はい、次、最後ですね。第4文見ていきましょう。To be sure, he instilled within her a love for adventure so that she always wanted to travel with him. いい文章ですね。To be sure, he, お父さん、instilled。これ動詞ですね。で、彼女に love for adventure。ここ目的語。で、so that 構文ですね。その後どうなったかで、彼女が wanted to travel。旅行したい。ここが動詞です。相雑構文がありますのでね、前から順番に後ろ訳していけばスムーズなのかなと思います。で、相雑ですね、何々するために何々目的で何々するという形でなると。で、よく似たね、相雑とよく似た表現っていうのがいくつかありまして、これも見ていきましょう。in such a way that 方法とか手段を強調する場合ですね、way を明示してますから、この場合は方法手段を強調しております。で、she organized the files so that they would be easy to find. これね、so that を使った文章、これ同じ意味の文章を2つ掲げたんですけれども、so that を使った文章、そして in such a way that を使った書き換えの文章を2つしております。彼女はファイルを見つけやすいように整理したと。She organized the file. もうファイルを整理するですよね。ファイルを整理する so that they would be easy to find. 彼らが、その find、ファイルを見つけやすいように they would be easy to find。見つけやすいように整理したと。で、organized she files in such a way that they would be easy to find. ここそうだとそのまま in such a way that に置き換えたというだけです。見つけやすいように整理する方法を強調している場合には in such a way that として書き換えることができます。で、次ね、for the purpose that フォーマルな表現で目的を強調する場合は、purpose が目的語です。目的という、名詞ですから、目的を強調する場合には for the purpose that を使う。He adjusted the machine so that it would run more efficiently. で、この so that を for the purpose that に置き換えた場合は、そのまますっかり置き換えて it would run more efficiently.He adjusted 調整した機械を so that 機械が would 動くように習慣的に動く run more efficiently より効率的に動くように調整したと。より効率的に動くために調整した。機械がより効率よく動くため、その目的のために調整したんだよと。forward purpose を入れましょう。そしてね、so that to、so as to という言い方もあります。これもフォーマルですね。to だけではなくて、so as をつけて to。目的を簡潔に表現する場合は so as to を使う。He slowed down so that he wouldn't disturb the others. 彼は速度を落としたと。so that he wouldn't disturb the others. 他の方を妨げないようにするためにスピードを落としたと。で、so that で to ですから、主語が消えて、いきなり動詞の原型が来ますよね。で、so that で、この場合はちょっと否定文なので、to 以下の文章が disturb が否定の意味を表さないといけないので、not をつけて not to になると。目的を簡潔に示す場合、so as to を使いましょう。で、instill ですね。これ、一滴一滴染め上げるとか植え付けると、これはトラッパーさんのパークでも不安の元凶の解説をした時にこのインスティルね、言葉出てきましたけどね、じわ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 恐怖心を植え付けるんだよと、トラッパーさんのこの心音範囲内でいたらね、スキルチェックのこの幅が短くなるっていう不安の元凶ですけれども、このインスティルね、インスティルの場合は一滴一滴染め上げる、植え付けるという意味があります。で、同義語にね、imbue っていうのがありますね。この感情とか雰囲気全体を染め上げると。感情と雰囲気全体、周りの雰囲気を染め上げるっていう意味ですね。imbue one's mind with ambition of success. imbue one's mind 誰かの心をなんで染め上げる ambition of success、成功の野心ですね。
人に巧妙心を植え付けるという訳詞になります。で、インカルケート。インカルケートでもいいんですけれども、発音ね。インカルケート。繰り返し教え込む、反復して教え込む場合は、インカルケートを使います。inculcate good manners upon a person. 人に作法を教え込む。inculcate good manners. 良いマナー。まあ、作法ですね。作法は good manners と訳します。on ね。upon a person。はい。では、例文見ていきましょう。The torque transducer is heat treated and cold worked to instill the desired magnetic anisotropy ね。トルク変換器ですね。トルク変換器は熱処理されて、ほんで、冷感処理されたと、冷感加工された、何々するために、to instill desired magnetic anisotropy。所望、desires っていうのが必要、所望のですね、絶対必要な、それが欲しいという意味ですね。desired magnetic 磁気違法性です。アイソトロピーっていうのが、違法性の逆ですね。ド忘れしてしまいましたけど。東方性です。その当たり前ですね。東方性ですね。東方性っていうのは、その特性がね、どういう方向を向いても大丈夫ですよと。どういう方向を向いても同じです。で、違法性っていうのは、特定の方向に向けるという意味がありますので、この磁気違法性っていうのは、そのある方向に向かって磁気の方向を揃えるっていう意味がありますね。で、そのために熱処理とか冷感加工が施されるというふうな意味があります。で、トルク変換器っていうのはトルクですね。回転方向の力なんですけれども、それを電気信号に置き換えて、そのトルクの力を測定するっていう意味がトルク変換器っていう意味があります。はい。ということなので、トルク変換器っていうのが、トルクトランスデューサーのトルクを測定して、電気信号などの形で出力する装置ですよと。で、使われ方がね、自動車のエンジンとかの、トランスデューサーとか、あと発電機とかタービンの性能監視などに使われますよと。こんな形ですね。いろいろあるんですけれども、製品によってはね。はい。なので、訳見ていきます。To be sure, he instilled within her a love for adventure so that she always wanted to travel with him. To be sure は確かに、he instilled within her 彼が植い付けました彼女の中に within ですからねより彼女の内面にっていう意味があります within her a love for adventure 冒険への愛情をほんで彼女がいつも常に wanted to travel 旅行したかったと旅に出たかった彼とお父さんと一緒にと確かに彼は彼女に冒険心を植え付けてポーシャはいつも父親と共に旅をしたいと思うようになったと。ということです。なので、ここの第1パラグラフまではお父さんの様子ですね。お父さんの人となり、そしてそのお父さんにポーシャがどのように育てられたのかというものが、第1パラグラフの内容になっております。ハウンドマスターですね。そのポーシャが大人になったらこんな形になるんですけれどもね、ちょっと今までの文章でちょっと想像できないようないでたちなんかなと思いますけれども、この第1パラグラフの中では、知ることができない内容がですね、第2パラグラフ以降ずっと出てくるので、まだちょっとね、ワンちゃんのことが出ておりませんけれども、次回以降ね、このポーシャの身に何が起こったのか、そしてこのワンちゃんとの出会いですね、を見ていければよいのかなと思います。はい。で、これがね、今回やりました第1パラグラフでございます。はい。で、ハウンドマスターですね。なかなかちょっと新キラーが出たところですので、なかなか皆さん使い慣れていないというところなので、なんかあんまり強くないよっていう風なのがね、
下世話の、いろいろ、インターネット上で、書かれたりとか動画とかで言われておりますけれども、使い慣れてくれば強いんだと思いますけれどもね、アップデートでどんどん修正されると思いますけれども、今後期待ですね。動物のワンちゃんが出てくるのでね、ダークロードも出てきましたけれども、ワンちゃんとコウモリが出てきましたけれども、今後ね、まだ、ワンちゃんがね、とか、いろんな動物がね、ハンドマスターに限らず、いろんな動物がね、出てきていただければ、いろいろ、デッドバイデイライトの世界もちょっと、和らぐんじゃないかなと思いますので、運営さんもね、どうか、お願いいたします。ということなので、今回、ハウンドマスターの第一パラグラフを見ていきました。では、次回も頑張ってやっていきましょう。